にちは、ゆかりです。いやー、皆さん好きだったのに使わなくなったものってありませんか？私はですね、結構ありまして、これまで服やバッグ、靴に年間数百万単位で使ってきたんですけれども、それでも使わなくなるものってたくさんありまして、ずっと憧れて手に入れたバッグ、一目惚れして買った刺繍のレースのブラウス、デザインは好きなのにでもなぜか手が伸びないみたいなことが結構あって、で最近そんな好きと使うのズレを見直してたくさん断捨離をしました。そこから見えてきた私なりの共通点も7つ本日はお話ししたいと思います。まず1つ目は重さ。好きでも重いと使わなくなる。これすごくシンプルなんですけど、結局一番影響が大きかったなと思っています。どんなにデザインが好きでも重いというだけでだんだん手に取らなくなっていくんですよね。バッグもそうですし、コートとかジャケットも同じで、着ると素敵なんですけど、今日は着なくてもいいか、持たなくてもいいかって思う日が増えていって、気づいたら全然着なくなってました。重さは好きよりも早く限界が来る。2つ目はケア。洗えない服はだんだん着なくなる。これもすごくリアルで、着るたびに着た後どうしようかなって考えるものってやっぱり後回しになってしまうんですよね。特に私の場合、レーヨンとかシルク、すごく綺麗で好きな素材なんですけど、洗うのがちょっと怖いなって思ってしまうと自然と手が伸びなくなっていって、気づいたら見るのは好きだけど着てないものになっていました。とはいえケアを全くしたくないというわけじゃなくて、服にスチームアイロンをかけたりとか、革のバッグにクリームを塗ってケアしたりとか、そういう長く使うためのケアはむしろ好きなんです。物と長く向き合っている気がして。でも着る前に迷うケアはだんだん負担になっていくなと思いました。着る前にケアを迷う服はもう着なくなる。3つ目、身体ストレス。ちょっとしたストレスがあるものは結局使わなくなる。これもすごくシンプルで、少しの違和感って積み重なると結構大きくて、例えば靴だと1万歩歩けないものはもう選ばなくなりました。一応持ってはいるんですけどね、パンプスとか。でも結局今日はこれを履こうってならないんですよね。服も同じで、首が詰まっているタートルとか肩が凝るジャケットとか、着た瞬間はいいんですけど、一日過ごすとちょっとしんどいなって思って、そういう体に来るストレスがあるものはだんだん選ばなくなっていきました。少しの不快は積み重なると選ばなくなる。4つ目、いつか。いつか着るはだいたい着ない。これもすごく多かったなって思っていて、例えばちょっと特別な日に着たいなと思った服とか、素敵な場所に行く時に着たいなと思った服とか、この服を着るための時間を想像して、それが素敵に思えて買っていたことが多かったなって思います。でも実際はそのタイミングはなかなか来なくて、気づいたらずっとクローゼットにあるままの服になっていました。これって実はストックも少し似ていて、未来のためというより、今ちょっと安心したくて買っていたのかもしれないなって思っています。未来ってわからないのに、先に準備しておくことでなんとなく安心するというか。でも結局そのいつかが来ないまま今に残り続けていました。いつかは今の安心のために買っていた。5、サイズの中途半端さ。ちょうど良くないものは使わなくなる。これも結構あって、バッグも大きすぎず小さすぎずみたいなサイズって意外と一番使わなかったりするんですよね。
例えばスマホや水筒を入れてもまだ余裕はあるけれど A4 や iPad は入らないみたいな、容量としては足りてるのになんとなく中途半端なバッグ。大は小を兼ねると思ったけれど結局はそうじゃなくて、これがいいって思えない感じが毎回少しずつ気になっていって、気づいたら使わなくなっていました。結局ちょうどいいがすごく大事なんだなって思います。服も同じで、私はロングスカートが多いのでトップスはちゃんと A ラインになるか思い切りオーバーサイズかどちらかの方がしっくりきていて、その間のちょっとだけ緩いみたいなサイズ感ってなんだかバランスが取りづらくて、着ていてもなんとなく落ち着かなくて結局選ばなくなっていきました。不便じゃなくても満足できないと使わない。6、色の違和感。好きな色でも使う色じゃないと持たなくなる。これもすごく不思議で、見た時はすごく好きな色で欲しいって思って買うんですけど、実際に着てみるとなんとなく落ち着かないみたいなことがあって、例えばダークグレーのトップスもすごく綺麗な色だなと思って買ったんですけど、着てみると少し顔が沈むような気もして、だったら黒の方がしっくりくるなと思ったり、このグリーンも見た時はすごく惹かれたんですけど、実際に持つとちょっと強すぎて、ビビッドなピンクのニットも着たい気分で買ったんですけど、着ているとなんだかそわそわしてしまって、好きな色と自分が落ち着いて使える色って少し違うんだなと思いました。色についても理論はいろいろあると思うんですけど、それよりも実際に着てみて落ち着くかどうかの感覚の方が大事だなと思っていて、だから最近は自然と黒ばかり選ぶようになりました。好きとしっくりくるは違う。7、役割で選んだ服。その場の自分を作るために選んだものは残らなくなる。以前はちゃんとして見える服とか、少しきれいめに見せるための服とか、仕事ができそうに見えるようにとか、どこかでそういう自分を作るために選んでいたものがあったんですけれども、今はあまりそういう風に無理に見せることをしなくなって、気づいたらそういう服を全然着なくなっていました。きれいめなタイトスカートやかっちりとしたトレンチコートもすごく素敵だったんですけれども、今の自分には少し作っている感じがあって手放しました。ご近所用とか部屋着もなんとなくその役割で持っていたものって着ていてもあまり気分が上がらなくて、だんだん選ばなくなっていって、着ていてもなんとなく二軍みたいな感覚があって、どこかとりあえずこれでいいかみたいな感じになっていたんだと思います。今はそういう適当な服も選ばなくなって、自分を演出するための服も気分が上がらない服も着なくなりました。ちゃんと自分で選んで自分が自然体でいられる服だけ着るようになりました。作る自分は長く続かない。手放すことは過去の自分を否定することじゃなくて、今の自分に合うものを選び直すことなんだと思います。いやー、どうでしょうか。こうやって見てみると全部好きとかときめきがあって買ってはいるんですけども、やっぱり今の私、今の生活に少しずつ合わなくなっていたんだなと思います。バッグが悪いわけでもないし、服が悪いわけでもないけれども、自分の今の自分とはずれていた。それに気づいてからは好きとかときめきだけじゃなくて、今の自分の生活に合うかどうかで選ぶようになりました。その方が結果的に無理がなくて、ちゃんと物も好きでいられるなと思ったりしております。こういうね、好きと生活のバランスみたいなものを今後も動画でお届けしていきたいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。
ちなみにね、最近サブスクというかコミュニティ限定動画っていうものをちょっと作りたいなと思っていたりもしておりまして、というのもYouTube ってどうしても動画作る時って再生数が気にならないわけではないので、あんまり私購入しましたとか雑談系の動画を最近あまり作らなくなっていて、最近これ買いましたとか、これ買おうか悩んだけどやめましたとか、これを断捨離しようか悩んでますとか、断捨離しましたとか、そういうリアルな私の心情を雑談で動画にしようかな、どうしようかなっていうのを悩んだりしておりまして、全世界にバーンって発信するより、ちょっと小さいコミュニティぐらいで動画にしたいというか、ちょっとね、ひっそり茶室みたいな感じでやりたいなみたいなところもあったりして、最近ちょっとそんなことを考えていたりもしておりまして、なのでよろしければコメント等々いただけると参考にさせていただきたいと思っております。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。